この動画は、ストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。昔は姉さんとよく寝ていた。お隣さんだし、うちの両親と姉さんの両親は昔から仲良し、となれば、息子と娘も昔から知り合いだ。小さい頃は休日になると、姉さんと二人で遊んでいた。もちろん、どちらかの家で、そのままお泊まりなんていうのも当たり前。姉さんと枕を並べて寝ることもあった。そうすると、姉さんは抱きしめてきたりして。あの時は、こんな暖かさ。暖かさ。いや待て。夢を見ていた。今、それを理解した。つまり俺は布団で寝ている。なのに、どうしてこんなに懐かしくも暖かい感触があるのか。姉さん。姉さん。姉さんが、俺を抱きしめて寝ている。柔らかい、姉さんの体温のせいなのか、布団の中が暖かい。確かに姉さんが言っていた通り、いい感じ。で、ちょっと姉さん、眠気がいっぺんに吹っ飛ぶ。姉さん。声をかければ、ますます抱きついてくる。そうすると、姉さんの、が当たる。同じ人間なのに、どうしてこんなに柔らかく形を変える部位があるんだ。もうすごいな。もうなんか神経を集中させて感じ取るやん。なんか感じ取っとるやん。その、フィーリングを。姉さん、起きて。確かに。起きてくれないと起きちゃうよ。さらに強く揺り動かす。おじさんのおじさんが起きちゃうよ。すんごいな。隣でいいとこ寝とるんやけど。目をしょぼしょぼさせ、あくびを一回、ようやく姉さんが目を覚ました。おはよう。言葉通り太陽のような笑顔だが、相変わらず抱きついたまま。この状況、何？確かに。ほら、昨日、抱いて寝るとよかったって話をしたでしょ？懐かしくなっちゃったから。だからって？やっぱり暖かいし、ほっとするな。昔と同じ。そこでこっちにフォーカスがいくっていうのはもう、主人公は、あれなんよ。やりに行っとるんよ。意図的なやつなんよ。気分は昔と同じでも、しっかり成長している。自分でも顔が真っ赤になっているのがわかる。恥ずかしさで、心臓がうるさい。なんか、息苦しいような、気持ちいいような。感じまくっとるやん。起きたから、話して。いかん、姉さんの抱きつきで、窒息しかけていた。もうちょっと、ダメ？ダメ。もうわざとやろ、ここまで来たら。かわいい。普段は大人っぽいのに、こういう時は子供っぽい。起きて、朝食作らないと。あ、ちゃんと起き上がったらおっぱい揺れるんだ。俺が身体を起こしたと同時に、霊がむくりと起き上がる。おはようございます。そのまま、俺たちを見る。お邪魔でしたかと。おはよう。姉さんが抱きついたまま挨拶をする。スワッピングだよ、もうここまで来たら。
いや、これは、確かに。なるほど。なるほどって何？昔はそうしていたんですね。妙に納得した声で言われてしまった。できたよ。ご飯にしよっか。朝食を今の座敷机に並べて、準備完了。あとは、レイが来れば。おお。かわいい。スタイルがちゃんとわかるこのスレンダーな感じ。すごいな。え？はい。レイが反応に困るのか、目をしばたかせる。制服に着替えたレイは、クールな印象も相まって、綺麗、という印象だ。ただ、驚いた表情には、年下ならではのあどけなさが見える、姉さんの、可愛い、という表現もうなずけるところ。いつも通りの格好です。でも、可愛い。ね。なんというか、クールでかっこいい感じだ。なんだか満足そうに見えるのは、可愛い、より、かっこいい、と言われたいお年頃なんだろうか。意外と格好をつけたがり。パンとご飯、どっち食べたい？今日の朝食は何ですか？ハムエッグと、トマトとキュウリとレタスに玉ねぎのサラダ。サラダは彼のお手製。5は、ナスとインゲンのお味噌汁。でしたら、ご飯で。米食え、米。それじゃ、味のりも出すよ。味噌汁にはご飯という考えらしい。お茶碗を持ってきてご飯をよそう。お弁当用に米は炊いているので問題ない。お弁当詰めちゃうけど、れいちゃんも持っていく？その弁当自体は、姉さんが作ってくれているんだけど。お弁当ですか？そう、お昼ご飯。2つも3つも作るのは一緒だから、どうかしら？もちろん、姉さんはすでに弁当箱を3つ用意していた。私がお弁当を持っていく方が楽ですか？楽。それなら合理的ですね。ありがとうございます。いただきます。合理的。二人は二人でなんか波長合っとるな。姉さんの方がレートの設置方を分かっているように思う。少なくとも、この10枚が姉さんの料理を気に入ったことは間違いなさそうだ。いただきます。いただきます。いただきます。そんなわけで、いただきます。の言葉の後に朝食開始。いつものことだけど、昨日までいなかったレイがいる。まだ、不思議な感じだ。夕飯もそうでしたが、いつも食事はここで？朝ごはんはだいたいここで食べるかな。夕食はこっちだったり家だったり、うちは喫茶店だからお父さんたちと食事の時間が一緒じゃない時が多いの。起こすのもいつものことでしょうか？俺に視線を向けて聞いてくる。それはたまたま。今日のは夕べの話でちょっと思い出したから。兄弟ですね。そうなの。そのまま考え込むように、レイは味噌汁をすする。何を考えとるんやろ。合理的な、この状況における合理的な考えと答えってなんだろう。確かに。確かにそうだよな。そうだよな。何を考えとるんやろ。こんな気を使えるタイプかって言われたら、そういうあれでもなさそうやしな。姉さんが首をひねって俺を見るけど、俺もよくわからない。師弟らしいってことかな。らしい？お隣同士だけど、師弟みたいな関係だと言いたいのかも。例を見たものの、特に肯定も否定もない。確かに、お隣さんっていうより、兄弟って感じね。そこは同意。俺も一般的なお隣さんはわからないものの、師弟の方がしっくりきていた。れいちゃんもお茶飲むでしょ？
朝食が終わると、皿洗いは俺の仕事、姉さんはお茶の準備をしてくれる。食後にお茶飲む余裕とか、そういうその習慣があるんか。すごいな。確かに、わからんことはないけど、なんかおじさんやっぱ違うんだよな。おじさん的に言えばさ、やっぱりその味噌汁が汁物に入っとくからさ、ご飯食べた後に、その朝食が終わった後に飲み物を飲むっていうのは水分の過剰摂取になるからあんまり好きじゃないんだよね。すごいな、お茶を飲む習慣。へえ。え、そんな時間は？投稿するのなら30分後に出てぴったりぐらいよ。すげえ。ほう。7時に起きて、準備して、10分で着くから8時過ぎに出ても大丈夫。なるほど。だから今、8時前くらいか。いつもなら今出ても間に合いません。早速引っ越した甲斐がある。ですね。あ、れいちゃんの湯飲み茶碗どうしようか。とりあえず、お客さん用で、お箸や茶碗も例のわけ、買ってこないと。買う必要はありません。どうして？わざわざ新しいものを買ってもらう必要はありません。非合理的だと思います。そう？戸惑いつつも、お客さん用の湯飲み茶碗にお茶を入れてくれる。朝はこの時間がとっても大切。一口飲んで姉さんがほっと一息。そうなんですね。レイもお茶を飲んでいるが、慣れていないのか、視線は宙に浮いている。あ、そうそう、お茶受け。今日は生姜せんべい。小麦で作り上げた小判型のせんべいを生姜砂糖蜜でコーティングしたお菓子。せんべいを生姜砂糖水。はあ、甘いのか辛いのか、すごいな。でも、生姜湯みたいなのに蜂蜜ぶち込む場合もあるから、どうなんだろうな。固形物になるとまた味変わるんかな。この地域じゃ結構メジャーな和菓子だ。この感じだとリアルにもありそうだね。生姜せんべい？結構美味しいんだよ。そうか。ハニージンジャーだ。そう考えればいいんだ。ハニージンジャーティーみたいなのってあんねが、蜂蜜、生姜、お茶みたいなとか湯とかさ。なんかそんなんあるやん。そういうことか。なるほどね。それならありだな。ハニージンジャーは美味しいもんな。生姜のせんべいがですか？レイはあまり感情を表に出さない子みたいだけど、さすがに驚いたのは分かった。人によっては馴染みのない食べ物だからな。俺は普通。お茶受けによく出てくるけど、俺はそこまで好きじゃなかったりする。生姜せんべいを一口大に割った姉さんが俺に差し出してくる。いや。してくるのはいつものこと。でもレイが見てるから、さすがに遠慮したい。いつもやるんだ。どうしたの？姉さんは気づくわけないし。レイは見てるし。一枚丸々食べたい。自分で生姜せんべいを一枚つまんで食べる。苦手なのに。おう、やっぱり生姜の辛さと砂糖の甘さが強いお菓子だ。覚悟していても慣れない味である。そっか。それじゃあ、れいちゃん食べる？残念そうだった姉さんが、今度はレイを標的に定める。生姜で、せんべいをですか？そう。はい。いえ、私もう行かないと。あ、逃げた。一緒に行かないの？ええ。あまりご兄弟のお邪魔をしてもいけませんから。お邪魔？そのまま部屋を出て行ってしまった。生姜せんべいを避けたのか、それとも。お邪魔って、恋人ならまだしも、兄弟に邪魔も何もないと思うけど。
やってるのは結婚したての新婚だけどな。やってることは。レイちゃんだっていとこ、兄弟みたいなものでしょ？そうだけど、俺たちが師弟すぎるからかもしれない。兄弟に過ぎるはないんだって。兄弟に過ぎるはないんだって。お前もイレギュラーじゃねえか、この野郎。どういうこと？仲良し師弟の間に入っていると思ったのかも。別に遠慮なんてしなくてもいいのに。昨日、初めて会ったんだから。血のつながりだけで仲良くなれたら苦労しない。レイは俺たちをどう思っているんだろう。同じ部屋で過ごしていても大丈夫なんだから、仲良くしたくないことはないだろうけど。いや、昨日の行動を鑑みるに、単に周りに興味がないだけかも。マイペースなところがあるみたいだし。そっか。すぐには家族って思えないか。これから仲良くなればいいよ。もちろん。ちょっと早いけど、私たちも行きましょうか。差し出していた生姜せんべいを自分で食べて、姉さんも立ち上がった。行ってきます。行ってきまーす。ヒコロモ邸にいるおじさん、おばさんに声をかけて学園へと向かう。やっぱエプロンがなくなると、このアンダーバストからのこのウエストからヒップにかけてのこのストーンの落差がすごいから、えげつねえな。えげつねえな。あとネクタイなんだ。スカーフじゃなくて。色によって学年分かれたのかな。少し歩けば大通りに出る。あとはほぼまっすぐ。すげえ、完全に茶屋街だ。横断歩道のこの線多くね？歩いていると、駅から来る学生たちも増えてくる。いつもより早く出たから、朝練や朝の補習等、理由のある人たちが登校しているぐらいだ。とはいえ。あら、千歳さん、この時間に珍しいわね。おはよう。ちょっと今日は早く出たの。松戸さんは今日は日直？だからお先、教室でね。また後で。声をかけてきた3年生の先輩が軽やかに去っていく。かと思えば。千歳、課題やってきた。おはよう。こらこら、後ろから抱きついてきてもおんぶはできないよ。おんぶしなくていいから、世界史の課題見せて、あたし、ピンチなんだよ。ダメ。わからないところは手助けしてあげるけど、ちゃんと自分でやらなきゃ。歩行受けたくないでしょ？お兄、嘘。天使、わかった。先行ってるから、5弦の提出まで付き合って。はい。そんな風に、スキンシップしていた先輩も去っていく。すごいな、人望があるな。アップ長、おはようございます。あんたもおはようさん。あんたも。おはよう。次に声をかけてきたのは、うちのクラスメートで、家庭科部の子だ。なるほど。それなら、あんたか。おはよう。岸辺さんはこの時間なんだ。電車のちょうどいいのが、この時間なんですよ。また話し始めている。姉さんは登校中、よくいろんな学生に話しかけられる。今まで意識はしてなかったけど、なるほど。レイも言ってたけど、やっぱり姉さんは有名、というか、人気者かも。クラスメートが去ったところで、姉さんに声をかける。いろんな人と話す機会は多いけど、人気者って言われると恥ずかしいな。困ったように笑う姉さんだけど、このくらい自然な人だから、人気、なんだろう。そのまま歩いていけば、白鷺学園に到着。すげえ、城じゃん。城じゃん。校門というには、威厳たっぷりの、
白門が白鷺学園入り口であり、ランドマークだ。白門ね。もちろん、学園のために作られたものではない。白鷺学園は、石浦城の城跡に立っている。白門もその遺構の一つで、城の入り口、大手門なのだ。へえ。さらに、城址だけあって広大な敷地を有しており、同じ敷地内には白鷺大学もある。もっとも、通っている身としては威厳のある門も、見慣れた景色なんだけど。それじゃ、姉さん。しっかり勉強してね。あら？姉さん？別れ際に、姉さんが近づいてくる。門の前でこれをされるんか。寝癖、残ってる。でも一応あれか、兄弟としての認識だから、まあ弟に姉がやるっていうことだから周りも認めてはいるんだろうな、きっと。これがだって他人ですって話になったら事件やろ、ここまで来たら。手を伸ばすと、俺の髪を手ぐしですいてくる。身長差があるから、少しかがむと、姉さんの顔がすぐ側。ふっと感じる甘い香り、昔から嗅いでいる、姉さんの香り。かがんでくれてありがとう。よし、完璧。最後にポンと頭を撫でると微笑んで去っていく。もう嫁じゃん。姉の急に距離を縮めてくる行動は慣れているつもりだが、霊が来たせいだろうか。いつもより周りの視線が気になって照れるしかなかった。教室は普通だ。おはよう。おはよっす。早えじゃん。1年から同じクラスの、宝泉が声をかけてきた。宝泉寺って読めんのや、やっぱ。そっちも早いね。いつもはギリギリなのに。立ち絵なしか。日直は先に来ねえといけないだろ。連絡なんざネットで一発の時代には相変わらずだよ。ああ。まあ、体験版だからしゃあないか。出席簿が相変わらずアナログなままってのも不思議だよな。あれ。自分の席の隣に今までなかった机がある。お？ああ、出席簿取りに行った時に運ばされた。転入？編入？まあ、とにかく転校生が来るんだってさ。転校生、珍しい。白鷺学園に入るには転入試験をパスしないといけない。だから、転校生というのはかなり稀だ。転校生、どういう人か聞いた。いや、職員会議の時間だからって教えてもらえなかった。やっぱり転校生？ちょっと、男子か女子ぐらい聞いておいてよ。教室に机が増えていれば気にもなる。俺たちの話を聞きつけて、他の学生も会話に加わってくる。転校生か、やっぱり真相の霊場だろ。高貴な神社の娘みたいな。妄想すぎ。いやいや、ここはお菓子作りの得意な超かっこいい人でしょ。妄想ってどの口が言うんだよ。私、女の子の方が色々話せるからいいな。転校生？やっぱりこの響きには、緊張というか期待というか、不思議な高揚感がある。見知らぬ人がクラスメートになるというのは、いつになっても特殊なものだ。はあ、熱い。何この騒ぎ。誰？おはよっす、フッチー。転校生が来るみたい。フッチ。宝泉と同じく1年から同じクラスの淵上、フッチーが汗をふきふきやってくる。うちの絵だね。おはよう、朝練お疲れさん。朝のダッシュは気持ちいいんだけどね。10月に入ってもまだ汗だくになるよ。この前の休みも部活。もちろん、秋の大会も近いからね。陸上部のフッチーらしい言葉だ。この休みはのんびりしてたな。文化祭近いし、これが最後の休みだろうし。頼むよ、文化祭実行委員。宝泉は来月の文化祭のクラスの代表だから、これから忙しくなる。
お前にも手伝ってもらうけどな。ああ、わかってるよ。何するんやろ。盛り上がるのなら、協力はやぶさかでもない。ほら、座れ。転校生や。チャイムと同時に担任がやってくる。転校生の机に集まっていたクラスメートたちは、わらわらと席へ着いた。こっちにもいないのか。どうかしたんすか？ああ、とには話したが、今日からこのクラスに転校生が来る。いいね。お、やっぱりマジなんだ。男の子、女の子。もったいぶらないでくださいよ。静かに静かに、話せないだろうが。興味があるだけに、先生の言葉に皆すぐに黙り込む。転校生が来る予定だったんだが、来てない上に、連絡も取れてなくてな。連絡先ぐらい控えてないんすか？いや、電話にも出なくて、クラスは教えているから、来たら職員室の柳のところまで来いと伝えてくれ。先生自身も釈然としないまま、HR が終わる。どういうこっちゃ。不在の転校生。その話題に当然、食いつかないはずがない。そうなんか田舎のコミュニティな感じあるな。どういうことだろうな。事故とかじゃなければいいけど。初日からサボるんだから問題児なのかもしれないね。でもここの転入試験普通に入学するより難しいらしいから、そんなこともないんじゃね？ということはインテリヤクザ？なんで荒ごと担当なのは変わらないんだ。何にしろなかなか熱いやつが来そうだな。隣になる俺の身にもなってくれ。面倒なやつじゃなければいいけど。でも君の隣なら大丈夫だろなぜ？なんで？そういう相手なら君が対応した方がいい。勘だけど。フッチ。ああ、間違いない。勘だけど。主人公を舐めるでない。勘かよ。どういう扱いなんだ俺は。友人たちの言葉がありがたいようで、全くそんなことはなかった。昼休みになったがやっぱり、転校生の席は不在のまま。1、2時間目は騒いでいたクラスメートたちも、いない人間相手では、興味も失ったらしい。転校生の机の周りは、静かなものである。さあ飯だ、ご飯だ、お昼だ。お前は今日も手作り弁当だろ？手作り弁当は2人も一緒じゃないか？うちの親が作った弁当と蔦町先輩が作った弁当はまるで別だ。確かに。そうだね。例えて言うなら瓦の石とダイヤモンドぐらいの価値の差はあるよ。おい、それは言い過ぎだろ。母親に感謝しろ。はいはい、恵まれてますよ、俺は。いつもの会話なので、まともに取り合う気もない。あ、飲み物買い忘れたから買ってくる。了解。それじゃあ先食べてるよ。どうぞどうぞ。席を立って、自販機のある食堂へと向かう。あれ？俺、ウーロン茶を買って階段を上がったところで、印象的な黒い長髪を見かける。上に登っていったみたいだけど。この教室棟は3階建てで、俺たちの教室は3階にある。その上は立ち入り禁止の屋上しかない。だから、上がったところで行き止まり。屋上に出る扉付近にスペースがあるから、そこで昼食を食べているんだろうか。どっちって言ってたし。俺も階段を上がる。いない。階段を上がった先には誰もいない。何？屋上は出入りできないように鍵がかかっているはず。だが、上がっていった霊がいないということは、想像通り、開いた。重い音とともに、
屋上から吹く風が耳をくすぐる。こうなってたんだ。初めて見た屋上は広々としており、なかなか開放感がある。あたりを見回せば、すぐに霊が見つかる。小さなレジャーシートを敷き、そこに座ってお弁当を膝に置いたところだった。やあ、いや、どうも、鍵、開いてたのか。コツがあるだけです。コツ不法侵入。どうやら何らかの方法で、立ち入り禁止の屋上に入り込んでいるらしい。いただきます。俺のことはそれ以上気にしないことにしたのか、丁寧に手を合わせてから、お弁当を食べ始める。もそもそと、ほとんど一定の動きで弁当を食べる霊。ああ、一人なのか。ええ、視線だけこちらに向けてからもう一口食べる。ああ、一人というのも悪くないですよ。俺の質問を理解したらしい。静かな場所で一人、自分のペースで食事をとれます。日差しは少しきついですが、夏に比べれば爽やかです。中庭に比べて人もいないので、気兼ねする必要もありません。確かに、確かに。お察しの通り、霊が一人であることを心配していた。だが彼女の言う通り、考え方を変えれば、一人、とは贅沢な話だ。自分の好きに時間を使えるのだから。霊は一人でいることが好き、ということなんだろうか。まあまあ、一人が好きであっても孤独でなければいいと思うよ。うん、それは人それぞれだもん。孤独は良くないね。孤独は。すまない。なぜ謝るんですか？それもそうか。むしろ、俺の謝罪は反応に困るのかもしれない。いつもここで食べてるのか。雨でなければ。そっか。あ、俺、邪魔か。いいえ、俺を気にして、いえ、と言ったわけではなさそうだ。というより、近くに人がいるのも興味がないようにも見える。周りのことより、今、一人の時間を楽しむことを優先している。そんな、俺も昼飯まだ出し行くよ。一人の時間を楽しんでいるのなら、ここにいても意味がない。そういえば部活って何かしてるのか。帰りがけに聞いてみる。何もしてません。おう。それなら、今日は、俺の方が帰るの遅くなるかも。ひころも亭の手伝いの予定があるから。ああ、そうでした。家にお邪魔していましたね。危うく実家に帰るところでした。そりゃ困る。ちゃんとこっちの家に帰ってきてくれ。困る？携帯持ってないんだから、帰ってきてくれないと、心配しかできない。確かに。そうですね。それから、と人差し指を唇に当てる。問題ないなら、今度、ここの入り方を教えてくれ。ああ、少し驚いた例だったがすぐに意図を察してくれたらしい。言いふらさないならいいですよ。ありがとう、じゃな。軽く手を振って、屋上から去った。まあ、これもコミュニケーションみたいなもんさ。あら。アナザービュー。おー。向こう目線も見れるんだ。重慶は出て行った。ここは、立ち入り禁止の屋上。入り方を見つけて以降、自分だけのスペースだったが、ついに見つかってしまった。でも、あの重慶は、言いふらす気はないらしい。膝の上に置いた弁当を見る。これは、隣の家に住む重慶の姉が作ったもの。一人っ子だった自分には、どちらも不思議なものだ。お手製らしいミニハンバーグをもう一口食べた。